それでは時間になりましたので始めさせていただきます。トレーダーのドルです。よろしくお願いします。さあ、ついに来ましたね。行く年来る年でございます。シメディ、こんばんは。よろしくお願いします。シメディさんよろしくお願いします。行く年来る年来ましたよ。今日結構準備、時間かかりました。いろいろなんかやってて。あれです。どうですか？もう今日テレビとか、さっき僕あれ、見ました。お花、こんばんは。よろしくお願いします。シメディ、お花さん、よろしくお願いします。皆さん寝ましたさっきポストプライム見て、お花さんもしめじさんも投稿されてたかな？で、ちょっといいねだけ、押させていただきました。シメディ、いいねありがとうございます。そう。すぐわかりました。ありがとうございます。準備が終わって、ちょっと皆さんに、なかなか挨拶ができないので、こういう場を持ってね、できたらなと思っております。はい。いろいろ今日ね、長く話そうかななんていう形でいきますけど、あれです。まず最初、当たり前のことなんですけど、これ食べました。年越しそばは。さっきね、僕あれっす。10時ぐらいに、もうほんとここで食べようかなと思ったんですけど、ライブで。さすがに。シメディ、夕食に食べました。本当ですか。よかったです。ね、で、10時ぐらい僕も食べて、で、何がやってるかなと思って、YouTube ライブをちょっと検索してたら、中田のあっちゃんが今なんかぶっ通しでやってるのかな？なんか500万人行くまで帰れませんじゃないですけど、なんかやったりとか、あと、お金の勉強の、アニメの人。すぐ名前忘れちゃった。あの人もなんかやってましたね。やっぱりライブたくさんいると、あれですよね。なんかもう、コメントを拾ってありがとうございます、ありがとうございますみたいな感じになっちゃうから、なかなかライブっていうか、難しいですよね。多ければ多いほど。僕らの場合こうやって、チャットみたいにできるのでね。シメディ、除夜の鐘は市場が開く鐘の音で代用ですか？今日11時半からやりますよね。でもあれ、カン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 ってあれあったっけそうだ、11時半であれ、なんか出すといいですよね。それいいですね。どこだっけ？これじゃねえわ。そうですね。なんかやりたいですね。はい。相場自体は1月の1日、2日が休みかな。今日も普通にあるんですね。はい。そんな感じで、今日のテーマですけども、行く年来る年ってことで、いろいろ、2022年をちょっと振り返りつつ、それから、アメリカの相場が出たらちょっと、見ながら、で、今日は前半あれです。世界の ETF の、パフォーマンスをちょっと見ていただいて、で、そこから、クイズですね。はい。バトルロワイヤルですけど、この、株の実践トレーニング。全部でね、30問近く用意はしたんですけど、どこまでできるのかなっていうことで、一応問題は厳選していますので、参加が、もう眠くなるところでね、しっかり参加してもらえるようにします。はい。はい。それではですね、最初にちょっとすいません。今日、この後の話をちょっとだけさせてもらっていいですかね。さっきちょっと出したんですけども、こちらですね。これがですね、もうYouTube の方で出ているんですけど、お間違いないようにしていただきたいんですけど、この後、TikTok ライブの方で、
この新春の、愛知からね、出雲大社経由、別府、地獄巡りの旅。お疲れ様です。お疲れ様です。もう、あれですよね、東雲さん、九州ですよね。いつ着きました？昨日の夜中出て、なんだ？今日の夕方ぐらいには着いたってことかな？うん。で、僕の方がですね、一応この、新春ライブを TikTok でやるんですけど、一応コメント欄で、このボタンを押すと TikTok に飛べるようになっております。下の方でも書いておきました。はい。で、地図がこれか。これなんですけど、いつ出ようかなと思ってて、今日、結構準備いろいろしてたりして、なんかあんまり寝れなかったんですよね。本当は、初日の出を見たいなと思って、この、お家のトヨタから、そうですね、本当はこのライブが終わってから、なんていうんです？こっちの岐阜の米原とか敦賀、ここ抜ければいい。ここ雪多分今ないと思うので、早めに抜けていけば、もしかしたら僕もこの若狭湾とかこの辺りで初日の出が見れるかなと思ったんですけど、このライブで結構疲れちゃってちょっと寝た方がいいなっていうと、もう朝日とともに。東雲、昨日の21、時に出て高速ガラガラだったので朝8時に着きました。そう。渋滞、今回分散してますよね。なんかニュースでそんなに渋滞情報出てなかった気がして、お天気の方ばっか気にしてたんですけど、でも、すんなり21時に出て8時って休憩してます篠目さん休憩してる？それ。サービスエリアでちょっと休憩してます？なんか、ほぼぶっ通しに行ってる気がする。お花、スマホの音がイヤホンの方に言っていてやっと聞こえました。そうなんですね。スマホの音がへえ。これ大丈夫ですよね。僕の方は大丈夫ですよね。そうそう。本当にね、こういう東雲、ちょいちょい休憩してます。本当ですか。じゃあよかったです。で、シメディ、聞こえてます。ありがとうございます。もう相変わらず、ディレクターで助かります。はい。それで、今日のライブが疲れなかったらそのまま今日旅立ちます。で、TikTok で見て。で、今計画してるのは、鳥取の米子っていうところで、宿を取っただけです。1日目だけ取って、正月取れるかなと思ったので、意外に安いところで取れました。で、この米子から次の日になんとか出雲大社混んでるかなねえ、ちょっとここがね、1月2日昼間行ったら、どれぐらい混んでるかなっていうのがちょっと気になりますけど。で、なんとか、そうですね。米子行った時に、2日目の宿、1月2日の宿どこに取ろうかと思ってて、福岡、どうすかね。大分まで行けるかなっていう今感じですね。で、1月の2日の夜に泊まって、どっかこの辺りで。で、九州の36不動村の1番から10番まで行ければいいかな。この36不動村が、大分が1番から10番までなんですね。で、11番が宮崎だったかな。で、今回は10番まで回れればいいかなと。で、次の日にうまくいけば、地獄。です。ありがとうございます。地獄巡りなんか、ありますよね、別府の方に。これを、7カ所ぐらいだったかな。温泉の出てくるやつ。
赤い温泉とかありますよね。そこを見ていきたいなと思ってます。で、1月の、それで3日の夕方に、なんとかフェリーに乗って、で、ここら辺ももうわかんないです。天候とかにもよりますし。で、これちょっと、あれですね、瀬戸大橋ですけど、僕は、この淡路島の方、なんでか、鳴門大橋の方を渡って帰る予定ですね。はい。こちらの方が早いので、で、うまく、まあ一応、4日の夜に帰れるかなということで、で、もう帰れんかったら、5日の昼間まででもいいかななんて思ってます。だいぶ仕事の方をこう、開けていきましたので、だから何泊だ ?1 泊、2泊、3泊、4泊するかどうか、という、全長ね、1630キロですね。と書いてあります。多分でも、これ下道ルートなので、なんか聞くところによると山陰道は無料区間が結構あるみたいですね、ここ。鳥取から山口のとこまで。なので、もっと下道っていうよりも早く使えるんじゃないかなと思ってます。でね、この一回だけ僕国道9号線通ったことあって、もうすごいここは日本海綺麗でした。はい。僕はちょうどなんか熊本地震があった時に、何年だ ?2016 年だったかなの時に熊本の地震のボランティアに行った時があって、自分で。で、その帰りに、日本海へ帰ろうかなと。確か夏休みの頃だったかな。はい。で、すごい海が綺麗で、そういう印象があります。うん。だから高速も使うんですけどね、この辺りは。でも本当に距離は長いのでね、ぼちぼち、こう、行けたらなと思います。多分まあ疲れたらきっと高速使うんでしょうけどね。そんな感じです。なのでまあ明日、このライブが終わってすぐ出れれば出ますので、一応ね、こちらの方はYouTube になってますけども、YouTube はできませんので、やりませんので、TikTok の方ここでジャンプしていただいて、またね、ちょこちょこ見に来ていただけたらなと思います。多分、それで、長くずっと喋ってられないじゃないですか。なので、一応、オーディブルを流そうかなと思ってます。まあ、ちょっと疲れたなと思ったら。最初は、まあ、喋ってるかもしれないですけどね。で、オーディブルで BGM にしていくんですけど、今ちょっと考えてるのが、結構本、これでね、今年読むようになったので、この池井戸潤さんの、やっぱあれ、どこだっけ？半沢直樹が、一つ候補として、1、2、3、4、5と5つあったんですよ、これ。半沢直樹が。なので、半沢直樹だけ流すだけでも、40時間以上あるんですよね、これ。はい。どうしようかなと思ってます。半沢直樹流してるだけだとね、うん。なんか大晦日とかがテレビでも、こう、ドラマ、今日ちょっとサウナ行った時にもやってましたね。TBS で、なんだっけ。天皇の料理版だったっけ？なんかドラマやってましたね。こう、連ドラじゃないですけど。うん。お花、地図見ると長いですね。あ、そうですね。はい。長いと思うんです。まあでも、東雲さんも似たようなもんで、行って帰ってきて800キロですのでね。ほぼ、僕はちょっと山陰道、ね、こっち山陰道行きますけど、まあ、多分、この中国自動車道でもね、うん。これ、俺、下道でこう書いてあるけどね、もっとね、距離ある気はしますけどね、これ、1800キロぐらいになるんじゃないかな、これ。はい。そう思います。で、この BGM の方ですけど、読みたい本結構、リストアップしたんですよ。養老先生とかね、バカの壁とか、それから、まあ、これは教育書ですけど、我慢して生きるほど人生は長くないとか、
あと、まあ、その後の隣の億万長者、最近の東大生が分かったこのあたりもそうですね、読みたいですね。はい。この、ジェームス・クリアとか、あります。はい。半沢直樹以外は全部ビジネス本みたい、自己啓発的な感じが多いですけど、まあ、ちょっと、いろいろ考えてね、まあ、オーディブルを流しながらね、日本海をひたひたと九州に向かっていきたいなと思っております。はい。はい。ちょっと長くなりましたけど、一応別宣伝ではないんですけど、この後のね、正月の計画の方をちょっと話しさせていただきました。はい。それではですね、せっかくなので皆さんとちょっとこう、雑談ながら話していこうかなと思うんですけど、2022年印象に残ったニュースランキングっていうのをちょっと用意しました。はい。ちょっとこれを読んでいくと。どうです？まあ、最初にこう、話していきながらと思うんですけど、皆さんは、こう、2022年の、そうだ !2022 年の一番印象に残ったニュースランキングこれから出すんですけど、まず1位って何だと思います？いきなりクイズみたいになってますけど。どうでしょうか？最初にここから出していくより、ちょっともうクイズみたいにしますか？しめじさん、お花さん、しののめさんどうでしょうか？2022年の印象に残ったニュース、ランキングの1位は何でしょう？わかるかな？しののめ、安倍さんかな？はい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 。どうですか？いきなり今日もうクイズみたいになってますね。お花さんとかは、それか、あれですよ。シメリー、ダンさんの結婚 W。そうなんですか？全然知らなかったっす。ちょっとしめじさん、どういう人と結婚したんですか？日本人ですか？っていうか、しのめさんとお花さんも知ってるんです？ダンさんの結婚は。いや、びっくりしました。マジですか。日本にいるっていうのもそういう意味なのかな？しののめ、日本人。やっぱりそうか。なんか、そんな気はしましたけどね。シメリー、お相手の方は公表はしていないかと思います。そうなんですね。なるほど。確かにそれも、サプライズですね。サプライズっていうか、まあ、でも日本にいるってことは何らかしらそういうね、方がいらっしゃるっていう意味もあると思いますね。はい。お花、エリザベス女王。いいとこつきましたね、お花さん。はい。きっとあると思います。じゃあちょっと、見てみましょうか。印象的だったニュースということで、1位がですね、一応回答したのがこれ、どこだっけ20代から50代の対象にしてますね。ちょっと熱くなってきました。すいません。ちょっと脱ぎますね。ちょっと文字が小さいので、読みにくかったらごめんなさいね。読んできますので。しかもちょっとなんか、喉が詰まってるぞ。やばい。すいません。はい。1位がですね、ウクライナとロシアの軍事侵攻ということで、これが1位でしたね。まあ、戦争が起こったってことで、経済的にも、もう、政治的にも、いろんな意味でね、衝撃だったと思います。やっぱ可能性も、ね、第三次世界大戦とかそういう可能性もあったりとか、ね、して、で、まだ終わりが見えない。3月ぐらいはそんなにもう、ロシアがね、一方的に
進行して終わってしまうかなと思ったんですけどね。YouTube で嬉しそうに言ってました。あ、本当ですか。ありがとうございます。あ、そうですね。なるほど。あ、ちょっとあれですかね。遅延がありますかね、今日は。もしかしたらこれカウントダウンライブするとき、あれですね。どれぐらい遅延してんのかな。今、もしかしたら結構、混んでると、あれですよね。この時間からインターネットとか結構混むんじゃないかな。あ、いいか。もう12時ジャストでできるとは思えないのではい。ちょっとね、なんか、本当は、ちょっとまたずれてますといけないんですけど、帽子を、ドンキホーテで買って、うさぎの帽子やろうかなと思ったんですけど、なかったです。はい。はい。それから、2位が、安倍さんの、銃撃事件ということで 52.2% だったということですね。で、3位が、円高、原油高、物価高、インフレですね。これが3位でしたね。てか、円安なんですね、やっぱ。お花、ね、そうですね。で、4位が、意外に多かったのが最近だったからかもしれないですけど、ワールドカップの日本が決勝トーナメント進出したっていうのが4位に入ってますね。うん。最近だからかもしれないですね。それから、お花さんが言われてたのが5位で、エリザベス女王が、亡くなられたのが 24.6% で5位ですね。で、次が、旧統一教会問題ということで、安倍さんの銃撃事件から連動しているところも若干ありますけどね、そこからどんどんいろんな法律が決まり、明らかにしていこうという動きが出ていたと思います。で、これ最初の方に、これ知床半島沖の沈没事件ありましたよね。これ、冬でしたよね。今年の冬ですよね。はい。その次が、新型コロナウイルス感染拡大、再拡大ということで、オミクロンとかですね。で、若い子たちがあったこのソウルのイタインっていうんですかね。あそこの狭いところですね。あそこで、3の方がね、亡くなられた事故がありましたね。はい。で、次が、北朝鮮のミサイル発射関連がちょっとあります。この北朝鮮のミサイルと大谷翔平の活躍が隣り合う同士面白いですね。はい。ということで、あとはありますけど、だいたい10位ぐらいがこれぐらいの回答だったということですね。はい。やっぱり印象的なものそれぞれね、あったのかなと思います。今ってあれです、テレビとかでもなんつうの、ニュースのなんかやってるんですかね。なんていうんです？重大ニュースみたいなやつ。NHK とかでやってるの？今、紅白でしたね。赤組とか白組とか、今、オーラスぐらいですかね。どうでしょうか？わかんないですね。オーラスなのかな？はい。ということで、いろいろね、振り返りできたかなと思いますが、2023年は、私たち僕もトレーダーとしてはこの、物価高、原油高、円安っていうところ、ウクライナの侵攻のところもだいぶ、繋がってくる部分もちょっとあるんですけど、ここがね、気になります。特にアメリカ経済がね、今まだ経済中心ですから、円安っていうよりも僕はどちらかというとアメリカの経済が、またね、なんて言うんでしょう。株がね、復活してくればいいかなと思います。で、僕的にはトレーダーですので、今年1年で、どうだったかなっていうと、やっぱり全体的に株安でしたよね。だから、今年のそのパフォーマンスって、なかなか出せなかったんじゃないかなとみんな思います。上がっているものっ
ってこの間もお見せしましたけど、ほとんどなかったですよね。この1年で。で、今日は、まあ、前半、そのパフォーマンス、世界のね、パフォーマンスを一緒にね、見ていきたいなと思います。また相場が始まればね、相場も見ていきましょうね。はい。クイズ、ごめんなさい、まだですけど大丈夫ですか？起きてますか？まだ。大丈夫ですか？明けましておめでとうございます。おやすみなさいとか大そうですよね。はい。じゃあ、チャートの方をね、出していきたいと思います。こちらからね、前回同様、前回のやつちょっと紹介しますと、前回のが、週足で、あれ消えてるわ。あれあれ消えちゃうんだ。消えてなかったですね。S&P500 消えてなかったです。このように、1年間の、1月のところから直近今日までのところをこう囲んで、パフォーマンスを見ていくという形になります。ダウジョーンズとかね。これも出てるかな？出てますね。はい。こんな感じでやっていきます。っていうか、まずね、ここから、この世界の ETF っていうよりもちょっと変わった ETF から紹介します。SOXX と言います。これは iShares の、セミコンダクター ETF ということで、半導体のアメリカの ETF になります。今年1年半導体の ETF はどうだ？ここが1月ですよね。半導体は今年はダメでしたね。台湾セミコンダクターもダメでしたもんね。はい。SOXX は1年間のパフォーマンスがなんとマイナス 39.87 ということで、ほぼマイナス 40% の下落でしたね。もう台湾セミコンダクターとかも筆頭に NVIDIA もそうですけど、半値近くになってる、半導体銘柄多かったと思います。ただ、半導体は10月の10日が一応この週が底になっていて、またちょっと今下がってますけど、11月がだいぶ持ち直してちょっと落とした形。はい。まあ、バフェット G さんなんか半導体買ったっていう噂も出てるようですけどね。なぜか僕レジサポラインがここに来てるな。これ抜けちゃってるので、これですね。まあ、いいか。これですね。押し安値。これを安値を割ったらまあ大変ですわ。と思います。はい。まだ様子見た方がいいですけどね。はい。では、世界の方行きたいと思います。インドネシア。iShares のインドネシア ETF になります。インドネシアはどうでしょうか？インドネシア変わってますよね。ここから、でもちょっと落としたんですね。年末にかけて。他のチャートと比べて1月から比べるとインドネシア上がっていましたが、ちょっと後半に向けて、調子が良くなかったみたいです。1年間のパフォーマンスが、インドネシアはマイナス 5.8 という結果になりました。でもまあ他のインドとかの次ぐらいにまだマシっていうか良かったんじゃないでしょうか。はい。東南アジアの中ではいいかなと思いますね。半導体といえば熊本に半導体工場が乱立するようで不動産バブルになっているようです。ニュースになってました。台湾セミコンダクターが入るんですよね。半導体工場が。他も来るのかな？不動産バブルになってるんだ。見てみたいな。ね、九州の方々がこれですごくね、なんていうのかな。潤うといいですよね。でも嫌ですね。なんかすぐそれで、土地の価格が上がると思って、マンション買ったりとかしちゃうのかな、みんな。
中国人が買ったりするんじゃないですか。怖いっすよ。はい。それでは次。タイですね。iShares、タイランドの ETF になります。今年1年タイはどうだったかというと、タイも前半良かったんですけど、でもそんなに下がってない。東南アジア意外に下がってないですね。持ち直しましたね、タイは。1年のパフォーマンスはマイナス 4.62% ですね。ダウよりいい。こんだけ落としてきたのに、10月からの巻き上げ方がすごかったですね、タイは。はい。だいぶ持ち直しましたね、この2ヶ月で。これはすごいと思います。しかもこれ週足でダブルボトムみたいになってますね、ここが。ボトムになってますね。いいですね。はい。タイは良かったかなと思います。次。僕も持っているやつですね、きっと。はい。ベトナムですね。ベトナムは今年1年はすごかったですね。去年が良すぎたので、世界で2番目でしたので、パフォーマンスが良かったのが。そこからの落としがまあすごい。これですもんね。はい。マイナス 45.32 ということで、ベトナムは、この前の1年が確か 60% ぐらいプラスだったんですよ。で、それをもう、ほぼ全戻し近い形になりました。で、いいだろうっていうことで僕もそこで変えたのはいいんですけど、11で。今またちょっと落としてきてますね。はい。いいだろうと思うんですけどね。ここからまた落としたら大変ですけどね。はい。こんな感じです。1年通してはかなり悪いパフォーマンスでした。では次行きます。相場が始まりましたね。また様子見ていきますね。フィリピンです。iShares のフィリピンの ETF になります。フィリピンはどうだったでしょうか。ここからですね。フィリピンだいぶ10月に落としたんですけど、戻して、でも、マイナス 18.18 ですね。なかなか難しかった。フィリピンもまだ、ね、ちょっと、オミクロンとかが出てしまうとすぐに観光業中心ですのでね、すぐ相場が落ちます。だいぶ戻してきている気はしますけどね。ベトナムと似てますね、形が。はい。では次行きます。iShares のシンガポールの ETF になります。シンガポールはどうだったでしょうか。もう見るからに、ピークからだいぶ落として、1月3日がここか。この週ですね。でもそんなに落とし、でも落としてるダウぐらいだな。1年間のパフォーマンスがマイナス 12.82 ですね。シンガポールも10月を拠点にちょっと戻したんですけどね。はい。ここからどうなるかという形です。次。これ次、ヨーロッパかな？違った。韓国ですね。サウスコリア ETF になります。韓国は今年も悪かったと思う。ずーっと悪いですね。日本より韓国の方がかなり悪いですね。韓国はほんとこれ見てる限り、日本はほら、日経とか見てわかるように、上がったり下がったりしてるじゃないですか。韓国はもうずーっと中国と似てますね、相場が。下がり続けてますよね。ちょっと見ますね。どこだろう。ここから、今年もまあまあひどいな。30% ですね。ナスダックぐらいですね、今年の。はい、マイナス 30.91% でしたね。そこが、10月が、結構アジアは10月底にしてるとこ多いですね。で、一回上がって、また戻したということになります。
はい。韓国は復調するんですかね。はい。じゃあ次行きます。台湾ですね。台湾 ETF になります。台湾は1年でどうだったでしょうか。台湾も、そうですね、半導体が強い国ですのでね。もうだいぶ低いね。やっぱり半導体のさっきの SOXX とかなり似てますね。マイナス 41% でしたね。いや、半導体ここでなんとかそこになってほしいですね。今ちょうど台湾は一番最安値に来てますね。他の国より何よりこれ低い。今の位置がかなり低いです。売買高もあんまりありません。はい。じゃあ次行きます。おっと、そうそう、来た。これ、トルコですね。ターキー ETF です。今年はトルコと、ね、インドが良かったって言われていますが、久々こう右肩上がりのような、ここか。トルコの後半すごいですね。すごいな、これ。95% プラスですよ。これ、世界一じゃないですか多分。いや、すごいね、これ。で、しかもまだ外貨、この間見た外貨の MMF が、まだ金利が 17% とかありましたよね。あれ、これの株高だからかな。めちゃくちゃ金利も高かったですよね。すごいですね。これちょっと37って、どの位置だこれ。2018年か。だから5年来ぐらいの高値ですね。ということですね。これ多分世界で一番今年1年で良かった国じゃないです。なかなかね、トルコ買えないっすよね。はい。で、すいません。ロシアの方がですね、このウクライナの関係で、ちょっともう ETF がわからなくなっちゃったので、飛ばします。はい。次。ヨーロッパラウンドですね。F1 じゃないですけど、イタリアです。イタリアの ETF です。イタリアの ETF 見ていきましょう。イタリアも、ヨーロッパはね、やっぱウクライナの関係が影響しました。3月とかで一回だいぶ落としたんですけど、持ち直しているけど、SP500 と同じぐらいですね。マイナス 21% でした。はい。まあ、ヨーロッパみんなこのあたり、マイナス 20% ぐらいだと思います。はい。はい。次。これは、ね、スイスかなこれは。はい。スイスの ETF になります。これも 20% ぐらい落としてるかな。ヨーロッパはだいたいイギリスを除けば、それくらい、もっといってるか。一緒ですね。20.86% でした。スイスも。はい。これもしかしたら似てると思います。次がオランダですね。オランダも見てみましょう。オランダの方が悪いですね。27.12 ですね。はい。少しですね。ベルギーですね。今年ももう本当にいろんなチャートを見てきましたね。YouTube やるようになってより分析するようになりましたね。本当。ベルギーマイナス 17% ですね。はい。まだマシな方ですね。17% なら。次、スウェーデン。スウェーデンは、
うわ、マイナス 31% でしたね。スウェーデンは悪かったですね。やっぱ、ウクライナの方と割と、ロシアと近い国の方がパフォーマンスが悪いですね。はい。ここいきなり、南アフリカになりました。南アフリカは、僕も今持ってますけど、待ってください。1月どこ？ここか。ここからオミクロン、確かにオミクロンでドーンと落として、11月に去年の。で、意外にオミクロンが早く収束するかなと思って上がったんですよ、こうやって。ただ、残念なことに下がってしまいました。結局、南アフリカマイナス 11% でフィニッシュですね。そうですか。そうですね。ちょっとね、期待はしたいんですけど、アフリカは。長期で持って楽しみたい国なんですけどね。南アフリカとかも。はい。はい。では、次行きます。次は、ここも難しいところでブラジルですね。難しいですね、ここも。1年、ここからか。ブラジルは年初が悪かったんですね。結局、そうか。ブラジルはこの1月が底だったんですね、ほぼ。で、上がってまた底行って、上がって底行ってる。結局、この1年でうまくタイミング取れればこういうとこで売れれば最高ですけど、プラス 4% でした。ね。今でも、週足で見ると、なんて言うんです？これもしかしたら買い時かもしれないですよね。ブラジルは。ここ。みんなそこ止まってますね、このあたりで。週足で26で止まってます。これは面白いかも。ちょっとこれいつのこれ。これあれだ。最初のコロナのやつだ。2020年3月ですので。あとのこの3つ、底値が、週足でですよ。こんな感じになってるので、ちょっとこれ、ブラジル、動き見て、来年面白いかもしれませんね。はい。ちょっと僕マークしときます。こういう、好きなんですよ。3回ボトムになってるやつの3回目は結構好きです。はい。次、チリですね。これそういえばアルゼンチンないですよね。確か。アルゼンチンの ETF も見たいですね。ワールドカップ優勝したら、やっぱり景気変わるんですかね。ちょっと難しいな、これ。ここか。ここからスタートして。チリ、いいですね。あれですね。年初、あんま低いとこからスタートしたんですね。12% でした、プラス。チリは。ただちょっと不安定要素多いですからね、だいぶ。今も低い位置ですけど。チリは一応今年は 12% プラスでした。あと3つですね。メキシコになります。ここか。あれ？あんまり変わんないですね、これ。いろいろありましたけど、メキシコ上がって下がって上がって下がってって、このなんか、日経みたいですけど、結局はマイナス 2.57% で、フィニッシュですね。今年は。そうか。もうちょっと上がってきそうだったんですけど、去年が良かったのか、メキシコは。ここがいいですもんね。これが。はい。ということで、今年1年間はレンジ相場のような動きをしてました。次。カナダですね。カナダはアメリカと結構連動していますので、動きが。1月はでも、ここか。
マイナス 14% か。そうですね。ダウがマイナス 10% で、SP500 がマイナス 20% だったので、ちょうどカナダは間ぐらいですね。SP とダウのマイナス 14% でした。世界の ETF 最後です。オーストラリアです。オーストラリアは何%ぐらいか。ここか。はい。結局、ここもレンジみたいな形になりました。マイナス 12% でしたね。はい。ということで、世界の ETF を1年間各国見ていきましたが、明らかにトルコが1位でした。1年間のパフォーマンスですよ。これですね。はい。去年のね、アメリカの相場みたいな形ですよね、これ。はい。まあでもトルコは、ちょっと、どうなんだろう。新興国の、国ゼミさんとかはね、トルコをおすすめしてますけど、ちょっと今上がりすぎ、これ一方通行すぎてるのでちょっと怖いですよね。できれば、もしトルコ買うんだったらやっぱ29、この戻り高値っていうか、この高値のところまで戻ってきてくれないと、ちょっと買いにくいですよね。はい。まあでも来年度ね、皆さんももう、アメリカはね、まだすぐ、元に戻るかっていうと、まだインフレも高止まりしてますし、まあいろんなところ今、投資先で考えてる方もいると思います。ちょっとね、怖いかなと思うかもしれないです。またね、CFD とか使って少額でね、こういう世界の ETF とか買って、勉強してもらったらいいかななんて思います。で僕的には、東南アジアやっぱり気になるので、インドネシアも持ってますけど、タイか。タイと、あとはね、ちょっと希望的観測ですけど、やっぱり台湾はこれ、台湾は見たいですよね。もう、半導体はね、別に衰退するわけじゃないんですよ。半導体不足なわけで、必ず市場が追いついてくるはずなんですよ。うん。世の中の IT 化に伴って絶対にこれ増えていくと思いますのでね。まあ、どこからかっていうところだと思いますけどね。それから、ブラジルか。これですね。ブラジルの今のこのテクニカル上で見るこの底のあたり。これも注目でと思いますね。はい。はい。それではですね、今日相場始まってますよね。ちょっと待ってくださいね。あと何分 ?12 分。12分で、12分でいけるかな。俺あれ出してなかったわ、今日。これで見るか。ごめんなさい。こっちで見ますね。今年最後の、アメリカ相場を見てみます。あれ？これで合ってますか？ちょっと待ってね。ちょっとこれで見ていいですか？動いてるかな、今。あれ？相場動いてます？これ。動いてない気がする。アメリカの株。あれ？今の時間って相場動いてないですあれ今日、ちょっと待ってください。アメリカ相場、東雲、普通に土曜日です。しまった、土曜日だった。休みじゃん。忘れてた。すげえ初歩的なミス。だから止まって、俺これ今日見たぞと思って、このチャートの形。
これじゃあ昨日の終値、最後戻したんですね。じゃあナスダックが。この SP500 も。シメディやってしまいましたね。土曜日でした。はい。すいません。すごいですね。金曜日の SP500 とナスダックの先物、最後何ですかこれ。ぐーっと伸ばして終わったんですね。優秀の美のように。半導体も、そうですね。マイナスですけど、ほぼほぼ戻した形ですね。ダウも。なんで ?2 年債が 4.42 ですね。そういうことか。なんか指標でも出てたのかな？最後出たのかな？はい。ということで、金曜日の終値が。お花、今日あるんですか？いや、すいません。ないです。土曜日でした。なので、あれです。今日土曜日、明日、明後日、3日休みなんで、もう、はい。今年の相場は終わりでしたね。はい。じゃあちょっと金曜日の終値見てみましょうか。コモディティは結局どうなりました？ゴールドが1823でフィニッシュですね。高いとこで終わりましたね。原油もなんか最後すごいですね。キュッと伸びましたね。ガソリンとかが。天然ガスは 4.43 で終わってるか。これをテクニカルで見たいですね。大豆、コーン、小麦はあんまり変わってません。ちょっと小麦が最後上がってますね。はい。そんな感じですね。世界の ETF、世界の方も見てみますね。中国とかはどうだったでしょうか。あんま変わってないですね。中国上海 0.51、香港 0.2。というかなんか今ビットコインがすごい下がってます。そうそう、今年1年間ほんと仮想通貨はもう最悪でしたね。もう最近全然バイナンスと見てないわ。はい。まあ、3は入れてるわけじゃなかったので、あれですけど、でも、今、仮想通貨、下がります。これちょっと見てみます。すごい下がってますね。いや、プラス圏だけど、これもうあれじゃないです？ビットコインもう2万ドル割ってますよね、これ。19000とかかな。イーサも1000ドルいってるかどうかぐらいですよね。もう、本当どうなっちゃうんだろうって感じです。はい。来年どういう風になるかですね。もう金利が、アメリカの金利が高い時にはこれはなかなか、難しいです。はい。まあ一番仮想通貨取引してるのはアメリカですので、アメリカ人が、金利が高いうちには、こういう金余りの、仮想通貨は一番、引き上げられるというか、ですのでね。はい。いや、かなり低いな、これ。はい。という状態でしたね。はい。あと何分ですか？まだ7分ですね。はい。それでは、お待たせしました。すいません。お待たせしました。これ、いきますよ。皆さん、もう寝る前にカウントダウンで、これか？はい。はい。では、カウントダウンの、クイズに入りたいと思います。はい。株の実践トレーニングというところですけども、今日は、いろいろこの2冊、株の実践トレーニングと、株の投資力トレーニングがあるんですけど、問題をすいません。いろいろ選びました。で、選んで、今までやってきたテクニカル中心のものをやってきたい。最初ね、PR とか、なんて言うんですか。そちらのフ
ファンダメンタルというか、中心のクイズも考えたんですけど、いや、今まで皆さんやってきたこと、私たちもそうですけど、テクニカル中心にやってきたので、テクニカル中心の問題の方がいいかなと思って、やらさせていただいてます。はい。それでは行きますよ。あ、間違えた。なんか25番だった。ごめんなさい。これじゃね、25、いきなり25番出てきちゃった。仕込みが。これか。こっちか。あ、こっちですね。すいません。はい。それで、12時ぐらいになったらまたちょっと一時中断しますのでね。お願いします。はい。出ました。1番。見えますか？あ、これでかいね。これでいいか。上昇トレンドの先ということで、こっちの方をちょっと出していきます。読みますね。皆さんちょっとチャートの方を見てくださいね。A 社株の投資判断。ここから買いですか？売りですか？持続、そのままですか？今日3択ですね、これ1番は。A 社の株を2005年、えらい古いな、これ。2005年4月に11,800円で200株買ったら、こう書いてあるね。1年後に17,000まで上昇しました。さて、次の一手はっていうことで、見えますかね、この、ハテナになってるところ。で、ちょっと解説しますよ。売買高はこの棒グラフですね。売買高はこうなってます。13日移動平均線は、オレンジのこの形。今ちょうど、ローソク足の方が13日にタッチして戻ってるような形。それから26週移動平均線が緑でこうなってます。さあ、最初の問題です。こちらは売りか買いかそのままかどうしますかという問題ですけど、いかがでしょうか ?3 人の方。18,000。この買ったとここの黒ですよね。だいぶ含み益は持ってますよね。はい。締め D、そのままにそのままで1票。はい。もう今日は何でもいいです。本当に。何でもいいですっておかしいですけど。はい。ごめんなさい。売買高見にくいですかこれちょっと。切れてるかなごめんなさい。ちょっと。お花、売り時考えます。売り時考えますね。はい。これ今画面が、でかくて、売買高も見えなかったらごめんなさいね。はい。東雲さんはどっか行っちゃいましたかね。東雲、移動平均切るまでそのまま。そのまま。なるほど。そのままと売り時を考えるということですね。じゃあ、1番から、見ていきますよ。答えは、はい。見えますかね1番。答えが上昇トレンドに入ってる株を、ここで売ってはいけません。ということで、そのままってことかな一応解説は。ベストアンサーは、持ち続けますということですね。はい。ちなみにこの A 社というのは、任天堂のチャートですと。この後、一時期 16,740 のまま上昇して 17,000 円で。いえいえ、とんでもない。売ってはもったいない。2006年3月の時点で、17,000 円。ということで、ちょうど、今、ここだったんですね。チャートが。で、まだ上昇し続けていたっていうことらしいです。上昇トレンドにまだ継続していたということに
任天堂の週足でしたね。で、まあ、売り時のポイントがすごいですね。この任天堂こんなに本当ですかこれ。すごいですね、この任天堂。5倍ぐらいになってますよね。売り時は、ちょうど移動平均線がクロスしたところで売り時だって書いてありますね。はい。ということですね。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございますですね。すいません、ちょっと待ってください。これじゃねえわ。俺、あれ。なったんですね。あれ？これか。これですね。今なんか、うちの近くでも花火が鳴りました。おめでとうございます。しののめ、明けましておめでとうございます。パーティーポッパー。じゃあちょっと僕この間にちょっと BGM を変えますね。どうやって変えるんだこれ。ちょっと待ってくださいね。お花、皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。これかな？よいしょ。多分 BGM が変わったと思います。いや、ほんとなんかネズミのなんかこう、あれしようかなと思ったんですけど、はい。皆さんほんと明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ね。結構今ちょっとぶっちゃけ視聴回数は多いんですけど、多分クイズが、なかなか参加しにくいですよね。きっとこういう知らない人は。まあいいですけど。はい。今日実は僕も本業の教育関係のこととか、そういう子たちにも、お花、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。一応声かけて、YouTube やってるよ、みたいな感じでは言ったんですけど、まあ、生徒たちもね、保護者の方もこの時間なかなか起きてないかもしれないし、ね、株式のことなんてなかなかわからないですからね。でもなんかこう、もしかしたらこう、生徒とか来てくれたらいいなと、ちょっと思ってたんですけどね。まあ、でも、こうやって、皆さんとね、楽しくこうやって過ごせたの良かったなと思います。ほんと今日、3人、もしこれ誰もみんな来てなかったら本当どうしようかと思いますもん。津田大早を明けましておめでとうございます。生徒が来ました。なんか見てたんですね。ありがとうございます。はい。なんか言ったら、ちゃんと来てくれました。ね、僕も家庭教師であったりね、何人ぐらいなの生徒も、学習支援で40人ぐらいですか。から家庭教師で12、3人とかですね。いたり、あと先生たちもいたりとか。シメディ、悪い先生だ W。しののめ、お弟子さん。お弟子じゃないですよ。トレーダーじゃないですもん。はい。全然みんな普通の、数学を教えてる、子とかね、なりますけどね。でも、保護者の方とかもいらっしゃるかもしれないのでね。はい。よかったですわ。さて、今年1年、2023年ということで、どうしてもトレーダー目線で言うと、やっぱアメリカのね、金利がこう、下がってくる。それからインフレが収まってくると、ね、今まで持ってた株とかもまた少しは良くなるのかななんて思ったり。それから、やっぱ幅広くね、世界を見て、投資をしていきたいなと思ってます。ただ、中国はどうでしょうね。この年末コロナがすごいじゃないですか。だから、新興国は、なかなか、ほら、新興国の ETF って、まだ中国とかのポートフォリオが大きいですよね。中国、韓国、台湾が。ここが悪いから、個別でインドとか、東南アジアとか変えればいいんですけど、なんかね、
まだまだその情報が少ないのでね、こう、まあ、今、国ゼミさんとかね、ああいうところを見ていきながら、そういう世界のね、ETF を買ったりとか、それから、まあ僕最近買いましたけど、債券、国債とかそういったところも見ていきながら幅広くね、情報を取り上げていけたらなぁなんて思いますね。はい。今年はトレーダーとしては、そうですね。まあ、相変わらず楽しくね、いけたらなと思うんですけど。なんか、すいません。お花さんや、しめじさんとか、しのめさん、今年のなんか抱負なんてありますいきなりいきなりなんか、これはちょっと今年はなんかトレードしてみたいなとかありますかね。お金の勉強をもっとしてみたいなとか、ありますかと聞きつつ、ちょっとですね、今ちょっと、これ、おせち料理をちょっと実は、僕、この後もう出ちゃうじゃないですか。だから、おせち料理が食べれないかなと思ったので。積み立てNISAでコツコツと。あ、本当ですか。今聞いてる間にこのおせち料理を、食べてみたいと思います。食べてみたいと思いますっておかしいですけどね。はい。はい。食べながら。しめじさんは積み立てNISAはアメリカ中心ですか？銘柄っていうか、今年そうですよね。積み立てNISAが、今年じゃないか、2024年に大きく変わりますよね。4月に施行されますもんね。はい。ちょっとすいませんね。食べながら。シメディ、先進国株です。先進国株。あ、そうなんですね。なんかもう、噂だと、今年、この数年来、全世界株式とか、このあたりがいいんじゃないっていう話も出てますよね。うん。ことぶきって書いてあるな、これ。なんだこれ。はい。すいません。ちょっとずつつまみながら、いますね。放送事故にならない程度に。お花、今年は投資先迷います。そうですよね。本当に幅広く関心持っていかないと短期で売買しても怖いですしね。あとはそうですね。ロシアとウクライナの関係がどうなるかにもよりますけど、エネルギー価格がね、どう変わっていくかなっていうのも気になりますね。うん。はい。ではですね、皆さんちょっと、お話もできますけど、続きいきましょうかね。はい。じゃあ、すいません、もぐもぐしながら、いきますね。あ、BGM どうですかこれ、なんか新年っぽく変わりました変わりましたか？うん。一応なんか、僕の方は聞こえないんですよね。うん。BGM が。なので、ちゃんとなってればいいかなと思いますけど。はい。じゃあ、続きいきますよ。どうだっけ？シメディ、かすかに聞こえるレベルです。あ、そうなんですね。じゃあ、もうちょっと大きくしますね。これぐらいにしますか。はい。ちょっと大きくしました。すいません。また音量すいません。お花、新年っぽいですよ。はい。和風の感じにしました。はい。シメディ、OK です。はい。しののめ、今年は銘柄絞った戦略でいきます。ポストプライムのセンチメントでリンクさせたら精度が跳ね上がりました。ポストプライムセンチメントってなんか、この間、しのめさん言ってましたよね。有料のなんかですよね。うん。みんな、
しっかり勉強されていくんですね。うん。この、投資のテクニカルも、しっかりこう、1年間もそうですけど、まあ、長期にわたってコツコツ勉強していくと、絶対ファンダメンタルはみんなね、情報が結構あるので、テクニカルをこう、勉強していくことで、よりね、売買もしやすいかなと思います。お花、やはりダンさんの良いのですね。あ、そうみたいですね。はい。では、続き行きましょう。待ってくださいね。これの次じゃね。はい。じゃあ2番行きまーす。でかくなっちゃった。はい。問いに、下落トレンドの先と言います。チャートの方を出しますね。これぐらい見えるかな？売買高見えないですよね、これ、下が切れてるか、ここでいいか。じゃあ読んでいきます。B 社の株は、買いか、売りか、そのままか、ということですね。まず読みますね。B 社株を2005年。センチメント指数は銘柄の相性がかなりありますね。なるほど、なるほど。そうなんですね。あ、ごめんなさいね。いきますね。B 社株を2005年7月に8200円で200株買ったら、1年後に5250、ここまで下がってしまいました。さあ、次の一手はどうでしょうかということで、またちょっと行くと、売買高が、まあまあありますね。移動平均線がこうなって、で、8200で買いました。今が5250ということで、結構これあれですね。この直近の実践とかなり移動平均線から下に来てますね。さあ、この今のチャートを見てどうしましょうか？買いますか？売りますか？そのままですか？売るに1票。はい、売るに1票ですね。はい、ここに食べてますね。どうでしょうか？お、スパ。東雲、諦めろ、売りれー。お花、売りかな。みんな売りですね。はい。そう思います。本当は遅いくらいですよね。多分ですけど、この7000の近辺がレジスタンスになってて、ここからポーンと抜けてますもんね。はい。じゃあ見ましょう。下落トレンドに入ってしまった。株は売るしかない。アイフルの週足だったそうです。はい。じゃあちょっと下の、解説を見ます。ベストアンサーは売りです。はい。皆さん正解です。B 社はアイフル、です。2006年6月の時点で13週も26週も下向きで、明確な下落トレンドに入っています。こうなる前にもっと早い段階で売るべきでした。株価が26、ここですね、ちょうど。売るべきだったっていうのは、やっぱりレジサポラインのここでしたね。26日中平均線から下に放たれた、これデッドクロスしてるところですね。ここもいいし、ここのレジサポラインでもいいしということですね。そうです。3は当然売りですと。いや、これすごいですね。アイフルってこんなに落ちてったんですね。2008年ってリーマンショックの時ですよね、きっと。はい。ということになります。はい。これ辺、簡単だったかもしれないですね。できればもっと早く売りたかったっていうことになります。はい。では、次行きます。3番。高値の攻防戦。金家の攻防ですね。見えますかね？チャートの節
ありますね。また、レジサポラインですね。チャートの節の過去の売買高が多い価格帯がどこにあるか考えてください。ということね。ヒントね。ごめんなさい。問題が、この C 社の株、今のここ、直近を見ていただいて、売りか、ここからね、売りか、買いか、そのまか、ということですね。移動平均線も見てくださいね。13週があって、ここでゴールデンクロスして、デッドクロスするかどうかなぁと、交わるかどうかなーってとこですね。難しいな、これ。見えますかね？シメディお、売売るに1 1票。票ですね。はい。チャートの節がヒントですね。レジサポラインがどこにあるか。どうでしょうか。ちょっとその間に食べます。もぐもぐしてますね。かなり適当にやってます。もうまだ眠くないですか？今3問いったのかな？お花、レッドクロスしそう。うん売ります。確かに。ここは難しいぞ。チャートの節が見にくいですもんね。東雲さんどうでしょうか？東雲、どちらか言えば売りかな。そうですね。難しいですね。僕的にはチャートの節から落としている気がするので、僕も売りかな。ここちょっと、ここが節かな。300? はい、見てみましょう。ドン。上昇トレンドが崩れかかってます。ここは一旦売りということですね。ちょっとチャートを見てくださいね。ちょっと解説読みます。ベストアンサーは売りです。C 株は三菱地所です。チャートは3つの節。過去の売買高が多い価格帯があります。1100円のところ、ここですね。から1400円。それから、2300円から2600円。まあ、このクロスしてるところ、移動平均線のクロスのところが見えてますね。それから、今の問題の、これ3500円から3800円ですということですね。はい。ということで、ここのクロスしそうっていうところで、まあ、売ってもいいんではないかなということですね。はい。今の問題は、ここで買った人が売ってくるかも。そういうことなんですね。まあ、これちょっと難しい。ここにちょっとチャートの方ではダブルトップがあるよっていう風に言ってますが、ダブルトップはなかなか週足だと見つけにくいかもしれません。チャートの節をね、見るといいかもしれないですけどね。でも、デッドクロスになりそうなのも十分いいかもしれませんね。はい。3問終わりました。じゃあ、次行きます。4番。力強い陽線と書いてありますね。チャートを出します。D 社の投資判断。ここから買いか売りか持続かということで、ちょっと見にくいかもしれないですけど、これはちょっとわかりやすいというか、こんなこと言っちゃいけないけど、売買高見てくださいね。で、色の移動平均線がしっかりね、シグナルも出てるかもしれません。大きい陽線も出てます。さあ、どうでしょうか。ここはなんとか
きましょう。行きましょう。出て、言いながら食べてる。これでも携帯で見てる人は見えないかな？パソコンだと見えるんですかね？うん。いかがでしょうか？ちょっと、あれかな、インターネットが、締めそれかにな、様子見一ほう票。どうでしょうか？お花、様子見。おー。あー、なるほど。これを、ここの直近の見方もあるんだ。ちょっと見にくいですかね、チャートが。この下ぐらいかな。でもかなり確かに高値圏ですよね、これ。篠梅さんはちょっと寝ちゃったかなって勝手に。じゃあちょっとどうしましょう。行きますか。ちょっと篠梅さんいるかわかんないですけど。はい。じゃあ、答えの方行きますよ。ドン。お！なんと、相場が新しい、ここは買いって書いてあります。東雲、すいません。あー、からとんでもないラインです。来て問題聞いてなかったです。お花、ゴールデンクロスしてるよ。そうみたいですね。買いだそうです。はい。これは難しかったですね。ちょっとチャートを見ますね。ここは買いの一手。D 社は、三井不動産のチャートです。週足ですね。ちょっとこれ下、もうちょい下かいいかな。はい。綺麗な買いシグナルが出ています。売買高とね。これ相場が新しいって言うんですね、こういう言い方を。出来高急増の直後で相場が新しいことが魅力です。何らかの買い材料が出て、手の早い投資家が買い始めたばかりだと思われます。事実、三井不動産株はこの後急上昇していきました。ということらしいですね。もう一個なんか書いてあるのでちょっと読みますね。売りは買いの勢いが落ちてから。上昇の、勢いが強い株にいきなり売りを浴びせてくるでは上達しません。売るならばしばらく様子を見て上昇の勢いが落ちてからにしましょう。ということになりますね。この急上昇で買えるかどうかですね。はい。はい。じゃあ、次行きますね。皆さんももう明けましておめでとうございますとか LINE とか来てんじゃないです？俺もなんかちょこちょこの、なんか鳴ってますね。はい。5番。いい株の投資判断。ここから売りか買いか、そのままか。ちょっとチャート見えますかね。はい。ちょっと読んできます。ちょっと難しいですよね。B 社は、公募価格で38万円でしたが、人気が急騰。公募価格ここですね。上場後、買い気配で値のつかない日が続いた後、やっと60万円で初値がつきました。
その後、利益確定売りに押されて下がってきたところです。はい。これもうあれですね。日にちが10月26日、10月27日、10月28日っていう、これだけですね、チャートが。さあ、これは売りか買いか、そのままか。難しいですよ、これ。新規公開株ですね。これは難しい。どうでしょうか。今までやったことないですよね、新規公開株。トレンドも何もないですもんね。この、見えるのはこのチャートとここのチャートだけ。売る。はい。おつまみ。ますね。むずい、これは。東雲、そなまま。はい。あ、大丈夫ですよ、東雲さん。そのままでいいですよ。お花、売ってしまいそうです。東雲、そのまま。ありがとうございます。はい。じゃあ、行きましょう。どうでしょうか、ドン。高値のしこりはあまりに重い。ここは売りというらしいですね。はい。売りという形ですけど、ちょっと解説読みます。ここは売りの一手。E 社株は1993年10月に上場した JR 東日本。古いなぁ。のチャートです。高値で、こんな高いところだったんですね。で、なってるので、その後、売り圧力が強く出たと。売られすぎちゃったんですね、また。ということで、また、で、ここで、パーンといって下がって、で、戻ってきて正常化したということになります。JR 東日本の最初の初値。JR だと思いました。そうなんですか。よくわかりましたね。すごいですね。新規直後の重要な偏りに注意ということがあります。新規公開株は人気が過熱すると極端な高値に上昇する傾向があります。一方、高値で寄り付き、買いたい人が一通り買い終わると、今度は一方的に売られる傾向もあります。IPO 銘柄そうですよね、みんな。需要が偏りがなくなって、普通の売買が行われるようになったのは、上場してから3ヶ月から6ヶ月後になりますということですね。はい。大体最近もその IPO も、初値が高いってないですよね。うちのおじさんが当選して喜んでいたのをよく覚えています。なんか一昔前のNTT とかもこんな感じじゃなかったです？なんか思いました。ちょうどバブル期。ちょうどこれ終わり頃ですかね。はい。要するにもしかしたらこれ国鉄から第三セクターのなんていうの ?JR ね、民営化された時の株なんですかね。だいたい国営から民営化される時ってすごい当時注目されましたよね。はい。国鉄かななんだっけ国鉄でしたっけはい。はい。ということになります。なるほど。僕もなんか先生が、お花、今は7500位、持っていますが思うように上がらないです。優待で持っています。あ、そうなんですね。今7500、そうですよね。これは6000ですもんね。なるほど。JR も持ってんですね。全然関係ないですけど、お花さん、優待って何があるんですかJR の。シメディ、そろそろ寝ます。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。皆さん本当に
いいですからね。しのめさんとお花さんもまたこれで寝ますって言ってくだされば、はい。お二人が、寝るところで終わりますし、最長2時ぐらいで、用意、問題はね、ありますので。しののめ、しめ D さんおやすみなさい、ずずず。ちなみにごめんなさい、さっきの、優待っていうのは、JR 東日本って、乗車券ですか？それかなんかホテルか何かの優待とかです？しののめ、ネロに聞こえる、W。何ネロに聞こえるって。ネロに聞こえるって僕が寝てもいいですからねって。お花、40% 引きで乗車券特急券買えます。40% 引き？めちゃくちゃ安いじゃないです。定期券並みじゃないです、これ。すごいですね。なるほど。あれですね、じゃあ、定期、JR 東日本を結構使う人だったら、優待持っててもいいですよね。はい。お花、しめでーさんおやすみなさい。来年もよろしくお願いします。皆さんありがとうございます。本当気を使っていただいて。はい。じゃあ、次に行きますね。はい。まだ、二人残ってますのでね。はい。やっていきましょう。6番。下髭ということですね。F 社の株、投資判断。ここから売りか買いか、そのままか。ちょっと F 社を見てください。はい。これチャートだけで見ると、売買高がこうなってます。すごい高いところに来てますね。移動平均線が13日がこう、しののオレめ、ンジ。九州持ってますが優待は乗車割引券と関連会社の飲食店、ホテルの割引券。結構使えます。そうなんですね。JR 結構使えそうですね。日本郵政とかも持ってる人も多そうですね。あれは配当の狙いかな。うん。JR はちょこちょこ聞きますもんね。やっぱ日本の株持ってるっていうのは、こう値動きだけじゃなくて、やっぱり優待多いですよね。なんだっけ、桐谷さんじゃないですけどね。うん。魅力だと思いますね。ただ最近そうなんですよね。ホテルとかは、今回もあれですけど、なかなかこう、そういういいホテル泊まらないから、ね。でも JR はあれなんですね。関連会社の飲食店もあるんですね。なるほど。すいませんね。またここちょっとそのままなっちゃいましたけど。移動平均線のかなり下になってますね、これ。ここでデッドクロスしてるのかな？これかなり、で、ボーンと陰線が出てて、止まってる状態ってことですね。そうか。ここから買うか。しののめ、優待って配当みたいなものですが、配当扱いじゃないので外国からの批判があるようです。なるほどね。配当と別で優待が出てるような感じだから、外国の方も、あれですね、優待ってそんなないですもんね。まあ日本はその分こう株主さんに対して、持っててもらいたいっていう気持ちが、サービス精神が旺盛なんですかね。ごめんなさい。これ、クイズの方ですけど、ここから売りか買いか持続かどうするかになってますけど、どうでしょうか。今これ、
持ってない時ですよね、これ。うん。どうでしょう？ここの、見ていただいて。ヒントはちょっと隠されてますけどね。はい。中足の、この髭がポイントですね。はい。お二人いかがでしょうか？この間食べます。東雲、触りたくないな触りたくないなって。じゃあそのままにしました。買うかな？買う。お花さんはどうですか？もしかしたらお花さんちょっと今席外してるかな？もうちょっとしたら答え合わせしますね。お花、難しい。様子見。はい。わかりました。じゃあ行きましょう。正解は長い下髭。出来高急増は買いシグナル。さっきね、ちょっと見にくかったかもしれないですね。ここの下髭が。と、あと、売買高が高くなってるところ。これ。ここね。はい。で、買いシグナル。解説読みます。売りたい人が投げ売りした後、この株はセコム、のチャートです。出来高の推移ね、ここですね。を見てくださいと。じりじり下がっていく株価に耐えかねて、売りたい人が一気に投げ売りしたところ、長い下髭が出ています。無理やり売った人はしまった。投げ売りは失敗だと後悔しているはずです。しばらく積極的な売りは出にくくなります。移動平均線まで戻ったら欲張らずに売り。ここですね。はい。長い下髭。それから短期的な買いシグナルが出ましたが、13週、26週ともに下向きなので、また下げトレンドが完全に終わったわけではありません。そうですね。まあ多分触りたくないなっていう東雲さんの意見も正しいかと思います。まだ上昇トレンドになってるわけじゃなくて、戻り高値まで戻ろうとしてるっていうだけの話なので、上昇トレンドじゃないんですよね。だから、ここで買っていいんだけど、売ってもいいんじゃないかなって。まあ、僕のちょっとベトナムと似てるかもしんないな。まだ持ってますけど、だいぶ戻ってきちゃいましたもんね。そんな気はします。まあでも、シグナル的には、この売買高急増と下髭がポーンと出てるので、そこと見てね、買う人もいるということになりますね。はい。じゃあ、7番いきます。どこまで上がる？ G 社の、投資判断。ここから買いか売りか、そのままか。チャート出します。チャートの方は、ここからどうするかですけど、だいぶ高い位置にいます。売買高もまあまああります。移動平均線は、13週がオレンジ。短期がね。26週が緑ということで、ちょっとここはうねうねしてますけど、今の直近で見ると、13週が上向きになっていて、26週からクロスして抜こうとしているところであります。高値圏ですけど、移動平均線はゴールデンクロスしそうな感じであります。さあ、この時、買うか売るかそのままか、3択です。どうでしょうか？どうでしょうかと聞きながら、今日はおせちをつまみつまみしてますね。
回答をいただきながら、豆つまみしてます。クイズ番組とか、例えばライブとかで YouTube ライブでクイズ番組やってる人いるのかな？いないか。東雲、そのまま。はい。なかなか難しいですよね。お花、ゴールデンクロスしてそう。様子見します。はい。二人とも様子見ですね。では、答えいきます。ドン。上根トライ。はいって書いてあります。すごいですね。じゃあ、解説の方を見ていきます。ゴールデンクロス。G 社は新日鉄です。ちょうど13周の線が26周線を下から上へ抜けるゴールデンクロスが出たところです。13周26周ともに上向きの綺麗な回シグナルです。新高値。前の高値を抜けたところで買いに弾みがつきやすくなっています。高値を抜けたところで売買高が、出来高が増えつつあることも買いの勢いがつきつつあることを感じさせます。ということで、ちょっと高値圏ですけど怖いかもしれないですけど、この後ね、急騰したという、新日鉄の、チャートになります。売買高がすごい高くなってますね。はい。はい。じゃあ次行きますよ。8番。売りシグナル点灯。こういう場合売らなくていいですかと聞いてますね。ちょっとここでですね、問題がはいかいいえで答えてくださいっていうのが出てますので、なんだこれちょっと問題読みますね。東雲、新日鉄もこんな時代があったんですね。確かに、さっきすごかったですね。ゴールデンクロスで急に上がってるなんて。ねえ。ちょっとこれ、どうやって、見えます？下からちょっと見てきます。はいかいいえで答えてくださいって言ってますね。丸1から丸10にはいかいいえで答えてくださいと。いきますよ。1番。利食い損切りに関わらず売りますか？はいかいいえかだって。どうしましょうこれ。はい、いいえで答えていきます？チャートの心理学だそうですけど。もう一回言いますね。1番。利食い損切りに関わらず売りますか？はいかいいえで答えてください。東雲、はい。はい。難しいですけどね、お花さんも。いきなりこれ10問あるので、はいかいいえですね。これなんだろう。はいといいえの答えの数なのかな。ちょっと難しいですよね。お花、はい。じゃあ2番。昨日買ったばかりの銘柄でも売りますか？なかなかきつい話ですね。昨日買ったばかりの銘柄でも売りますか？はいかいいえで答えてください。いやー、勇気いるよなー。なんとなくですけど、これ、はい。東雲、にいえ。まあ、素直。お花、はい。なんとなくこれ、はいが多い方が良さげな匂いがしてきました。3番いきますよ。尊敬する先輩が買いを勧めても売りますか？
3番。尊敬する先輩が買いを勧めても売りますか？なんかちょっと匂ってきたぞ。これ。お花、はい。多分、そういうことでしょうね。東雲、3はい。4番。父親が働いてた会社であっても売りますか？もう一回言います。父親が働いていた会社でもあっても売りますか？どうでしょうか？東雲、4はい。お花、はい。はい、次行きますね。愛読するマネー誌で進める銘柄でも売りますか？もう一回言います。愛読するマネー誌で進める銘柄でも売りますか？なんか、なんちゅうか、なんて言ったらいいでしょうね、これ。東雲、5はい。踏み絵みたいですね、これ。これ、まあ、素直に見ていくしかないですよね。これ、はいが全部だったら素晴らしいとかそういうことかもしれないんですけど、本当に自分の身に考えて、自分の判断だけで全部できるかどうかっていう話だと思うんですけどね。はい。お花、そうそうそう。もしかして全部はいかな。そうだと思いますけどね。はい。じゃあ、ここから、6、7、8、9、10と読みますので、ちょっと、お二人は、気持ち的に、売りにくいなっていうのがあったら、言ってみてください。6番からちょっと読んでいきますよ。ちょっと下、もうちょっとこれ、ここかも、10番がちょっと切れちゃって見えないかもしれない。すいません。6番からね。過去に大儲けした相性のいい銘柄でも売りますか？もう一回言いますね。6番。過去大儲けした相性のいい銘柄でも売りますか？ 7 番。期末の配当金を受けるための権利確定日を明日に控えている。それでも今日すぐに売りますか？嫌なこと聞くなぁ。期末の配当金を受け取るための権利確定日を明日に控えている。それでも今日すぐに売りますか？嫌だな、これ。8番。売ろうとしたら親友からそんな売りはうまくいくはずがないよと言われた。それでも売りますか？ 8 番。売ろうとしたら親友からそんな売りはうまくいくはずないよと言われた。それでも売りますか？面白いな、これ。それでもあなたは、みたいな。9番。売ろうとしたが、場に買い物があまりない。成り行きで売ると 3% 下落。それでも売りますか？もう一回読みます。売ろうとしたが。権利落ちしたらもっと下がりそう。なるほどね。はい。売ろうとしたが、場に買い物があまりない。成り行きで売ると 3% の下落。それでも売りますか？10番。最後、ちょっと見にくいと思いますけど。読みますね。売りシグナルを見落とされていた。売りシグナルを見落としていた。気づいた時には、もう株価がさらに 3% 値下がり。それでも売りますか？もう一回言います。10番。売りシグナルを見落としていた。気づいた時には、もう株価はさらに 3% 値下がり。それでも売りますか？
そう、もう悪魔の声が囁くことが多いんじゃないかなと思うんですけどね。はい。自分の心情で。僕もちょっとね、そうですね、権利確定日の前日っていうのはきついっすね。あと9番もちょっと、なんかもうちょっと値動き見ていたいと思うけど、まあ、ダメなんだろうな。お花、やはり全部はい。ですよね。多分ね。東雲さんとかはいかがですか？全部はいにできそうですかね。うん。6、7、8、9、10とか。まあ、それ、まあ、どうでしょうかね。東雲2の問題だけベクトルが違うな。確かに昨日買ったばっかりの銘柄ってもね、そんな無茶苦茶な短期トレードじゃないですもんね。これ全部週足で見てるのに、ちょっと昨日買ったばっかってあんまりですよね。15分足とかでやってるわけじゃないのにね。はい。じゃあちょっと、回答を見てみますね。何が書いてあるんでしょうか。まあそうですよね。売りシグナルが出たらきちんと売りましょうっていう意味らしいです。ちょっと解説読みますね。前のページの問いにすべてにはいと答えたでしょうか。昨日買う決断したら持ってると思う。まあね。はい。思います。すべてにはいと答えたでしょうか。それならば100点満点です。どんな事情があってもあなたはきちんと損切りするでしょう。チャートを読むのは素直な目で見ればさほど難しくないはずです。でも私たちは人間です。いろんな事情があってチャート通りに行動できなくなることがあるのです。実践で重要なのは人間特有の心理的制約から解放され、素直な目でチャートを見て行動することです。まあ、よくありますよね。この、話は。はい。確かにまあ、ねえ、そこまで、昨日買ったばかりのってどういう風に買っちゃったんでしょうね。逆に。本当わかりにくいですけど。はい。という、これでも売りますかっていう話でしたね。はい。じゃあですね、この続きがですね、ここか。9番になるんですけど、今、何時 ?1 時ちょっと前ですね。どうですか？大丈夫ですか？皆さん。皆さんって、お花さんと東雲さんですけど。お花さんだいぶ無理されてませんか？東雲さんはなんか前言ってましたけど、ちょっと夜勤の関係で。でも、東雲さんもあれ、なんて言ったらいいんですよ。車昨日運転してきたばっかですよね。なので、生活の時間帯が全然わからないですけど、なんて言ったらいいの？起きていられるところなんでしょうか。別に本当に無理しないでくださいね。お二人がもう寝るって言ったら本当にこれで、もう明けましておめでとうもできたので、終われますのでね。はい。大丈夫ですか？ちょっと食べますね。おせち料理はこれから食べるんでしたっけ？だいぶ酸っぱいのが来たぞ、これ。
お花、今実は洗濯機回したの忘れてたので干しながら見てます。なるほど。そうか、この時間でもね。ドロさん出発してライブも見たい気もする。ドロさん出発してライブも見たい。2時からのやつ。2時のあっちの TikTok ライブですか？なるほど。ねえ。どうしようかなと思って、今ちょっと、おせち食べたら、ちょっと眠くなってきましたね。今日だから2時で、これ終わって2時まで頑張って、そのまま、車乗れるかな？ちょっと、朝、どうしようか。3時間ぐらい寝るかな？朝5時ぐらいに出て、で、今東雲、それ寝た方がいいかも。2時間あるとあれです？日本海出れないか。高速に乗れば米原、ほいで ETC そっか。深夜割引はもう4時ですもんね。まあ、そのせこくねえからいいや。せこくねえからって言い方で。そうですね。5時ぐらいに出ればいいか。一旦ちょっと寝た方がいいな。はい。そうですね。ちょっと今、先のこと考えちゃいましたけど。はい。これ、あれですね。ちょっと変な話、YouTube ライブが2時からスタートするって設定したんですけど、どうなるんだろう。こっちではやらないけど。眠くなりそうですね。きつそうですね。東雲、2時間は大阪行ければ吉。まあ、確かにね。大阪方面の2時間ですけど、僕的には日本海に出たいので、一番は京都から上に上がるか、もう思い切って、名神じゃないですけど、米原ところから上に、琵琶湖から上に上がってくっていうルートで、どうかなと思ってるんですけどね。あわゆくば。あれ、初日の出って何時です？7時。ちょっと今、スマホ見ますね。今日何時に、豊田市の初日の出何時？6時59分ですって、やっぱ7時なんですね。なるほど。やっぱそうですね。2時間か。今日、快晴って書いてありますよ。九州はどうです？今、天気は。東雲、岡山の三木 SA まで4時間くらい。あそこね。わかります。中国自動車道っていうか山ん中っすよね。割と。三木は。なるほどね。いやー、さて。クイズ、いきますか。あと1時間、やりますか。いや、別に2時までは僕は問題ないですけど、はい。おせちを食べてやってたので、なんかこう、いい気持ちになってきちゃったっていうのはあります。いや、今日ね、このね、準備結構かかったんですよ。そう、なんか。はい。自分がやりたいって言ったくせにね。準備に3時間ぐらいかかったりして。はい。はい。お花、1時間は無理かな。じゃあ、
あと、じゃあ、こうしましょう。お花さん、いいですよ。30分ぐらいでもいいし、あれで、お花さんがお休みって言ったら終わりましょうよ。ね。そうしましょう。はい。じゃあですね、あと、まあ、このページぐらいで終わるかもしれないですけど、いきますね。9番。急登の初動につくということですね。A 社、B 社、C 社。ここから買うならどれ？ちょっとチャートが今までと違って難しいですよ。プレッシャー。なんそれプレッシャーって。お花、はい、了解です。だって、しのめさんだって、プレッシャーって書いて、あれ、しののめ、プレッシャー。撤回してるんですか？わけわかんない。いや、大丈夫ですよ。そんな、しのぶさん別に僕らマンツーマンでやらないですから。マンツーマンでやったら、しのぶさんもあれですよ。じゃあ、眠いっつってお休みなさいって言って、だから、どっちかがもう言ったらもう、ほいで終わりでもいいじゃないですか。いや、もう、十分。しののめ、お花さんに託します。W。なるほど。はい。いや、別にほんと寝ちゃいかってわけじゃないんですからね。どんなに強制 YouTube ライブじゃないですから。しののめ、1ミリも眠くないので。そう。どういうことですか？ちょっと待って、しのめさんどういうサイクルしてるんですか？今日昼間ずっと寝てたんです？なんで眠くないんだろう。ちょっと待ってよ。この A 社、B 社、C 社見えますか？ちょっと C 社が見えないですよね。まず A 社からちょっとチャート見てきますね。A 社のチャートは、1000円から1週間経って上昇。大変だ。まあでも休みだから、ね、しのめさんも長い休みに入ってから。帰ってすぐ寝ました。なるほど、なるほど。はい。じゃあ、いきますよ。B 社が1000円のところから、これ多分、出来高ですね。出来高も伴って伸びてった。A 社は出来高が変わらない。C 社が、見えますかね？落ちてって、で、1週間とこに、売買高もあって、伸びてったと。わかりますかね？ A 社、B 社、C 社、買うならどれか。はい。ちょっと A 社見えなくなっちゃいますけど、いいですかね？売買高を見てくださいね。あと C 社のチャートの形も見てください。さあ、どれがいいでしょうか？ A 社、B 社、C 社でお答えください。お花さん、洗濯物を取り込んでるとき、ちょっと、回答できないとき、また、次行きますのでね。はい。洗濯機を回してるから、洗濯物取り込んでるわけじゃないんですね。すいません。しののめ、B が買いやすいかな。こっちも食べよう。今のうちちょっと食べますね。ケロックというか、があるので、ちょっと食べ過ぎかなと思うんですけど。お花、B か C 迷うけど B にします。はい。二人ともじゃあ、B で、ということで。いきまーす。ドン。はい。正解です。買うなら B 社です。B 社は買い。ちょっと読みますね。B 社はボラテリティ上昇の直後で相場が新しく、理想的な買い場です。出たばかりの買い材料に反応してこれから買い始める投資家も増えてくると。A 社は様子見だと。まあ、売買高が出来高が増えてないというのが理由ですということですね。C 社も様子見になってますね。ずーっとボラテリティ上下幅が高かったので、
ここで買ってもボラティリティの上昇直後に買ったことにはなりません。ボラティリティがないところから急騰した B 社とは違いますと。おそらく C 社の場合は、前々からいろいろ強弱材料があって乱高下してるだけということですね。なかなか難しいですけどね、B 社のようなチャートってなかなかないので、見慣れないからちょっと気味が悪いですけど、まあ直近のね、出来高と、売買高と、上昇を見て買うのがいいのかなと思いますね。はい。よろしいですかね。じゃあ、次行きますよ。10番。D 社と E 社、買うならどっちっていうことですね。まず D 社の方。D 社の方は、チャートが倍、出来高が増加しています。これ買うならどっちですよね。はい。E 社、出来高が減少しています。はい。という、ちょっとわかりやすいかもしれないですけど。D 社と E 社、見えますかね。ちょっと D 社見にくいですけど。はい。買うならどっちでしょうか。ここはまあ、ちょっと今までの流れからするとわかりやすいかもしれないですね。いかがでしょうか。ちょっと食べてますね。東雲 D。はーい。お花 D です。はい。いいですね。売買高で分かりやすいかもしれないですね。答えは、知ってます？天才クイズって。昔、懐かしい。答えはとかいうやつ。なんか、あれ、名古屋の番組だったかな？ CBC テレビって昔やってましたけど。はい。丸か×かね、なんか帽子をこうやって、イエスとかって、ノーとかってやって被って、で、天才クイズって言って、なんか名古屋の敷島パンっていうところがやってるんですよ、ね。東雲、知らないですね。忍さん知らない？なんで？結構有名ですよ。あれ、名古屋の人だけか、あれ。天才クイズだ、どんとこいとか言うた。題が違う？おかしいな。もう同世代だはずだけど。知らないか、イエスかノーかってやってましたけど、あれもう30年以上やってたんじゃないかな。土曜日のね、夕方にやってましたね。天才クイズって。ちょっと待ってね。そんな、天才クイズ。お花、知らない子ですね。東雲、初耳、W。そんなバカな。これ、天才クイズ。丸か×か。敷島パンっていうとこがあるんですけど、名古屋の。CBC テレビですって。ちょっとウィキペディアが出てたので、見ますけど、脱線しちゃってるで。天才クイズ。1967年から2004年9月25日まで。東雲、愛知に来て10年くらいです。そうか。そうでしたね。すいません。これ小さい頃、だからすいません。これ2004年で終わってます。だからちょうど東雲さん来る前。東京はやってなかったのかな。あれ？そうなんですか？そうか。長寿番組でしたよ。じゃあこれ CBC って名古屋だけなんだ。知らなかった。俺全国放送だと思ってた。そうだ。だってね、37年やってるんですよ。ローカルの番組で37年ってすごくないです？はい。
どんぐり音楽会もそうなんですね。全然わかんないですね。すいません。ちょっと、なんで知らないのと思っちゃった自分が地元だったんですね、これ。はい。という、番組でございました。はい。イエスかノーかってやってますけど。今の話、天才クイズは、12問あって、丸か×かだけなんですけど、12問正解すると天才賞って言って、小学生が、出てくるんですよ。で、小学生が出てきて、小学生100人ぐらいがどんどん丸か×かでやってって、で、最後10問目ぐらいだと前に出てきて、もうその頃にはね、100人ぐらいいる回答者がもう10人近くになるんですよ。そうすると前に来て、10問、11問、12問って正解してって、12問正解すると天才賞。で、11問が秀才賞。10問の人が、なんだっけ、敷島賞なんだかはちょっと忘れちゃったんですけど、とかあって、小学生中心の番組でしたね。はい。結構憧れてたんですよ。すいません。脱線しまくりですね。はい。で、なんだっけこれ答えですね。D ですね。あれいいですよね、これ D で。はい。D 社には2番底の開始。すいません、2番底これダブルボトムになってますね、ここ。ここでも見れるんですね。はい。下げてきた株の底入れ、反転する時によく出る形ですと。はい。わかりやすいですね。出来高も伴ってるし、ダブルボトムになってますよっていうことですね。ここは、いいですね、このシグナルは。ちなみに、E の方は逆ですね。ダブルトップですね。はい。2番天井と言います。はい。これ結構わかりやすかったかなと思います。じゃあ、11番いきます。はい。買った途端に急落。D 社の次の一手は売り買いどっち ?2 番底の買いシグナルが出て買ったのに。いやー、ここで買ってしまったって書いてありますね。はい。では、買ってしまってから売買高が高いけど、ここも高いんですね。はい。この場合に買ってしまったものを売っちゃうか、買いますか。これどっちかですね。売るか買いかどっちかですね。2番底ここです。2番底割ってませんかこれ。ギリギリ。はい。いかがでしょうか。かぶった。東雲、売る。売る。そろそろ、花さんどうでしょうか。だいぶ、眠くなってきました。ライブって、2時間超えてやる人とかいるんですかね。東雲、前回下値超えたので。ここね。切ってますよね、これ、確か。うん。もしかしたらお花さんは、洗濯物を言ったけど。残念だけど来ましたね。はいはいはい。わかりました。じゃあ、行きますよ。ドン。強烈な売りシグナルに転換。迷わず売り。ということですね。はい。売りという答えを見て当然でしょうと思ったらば、あなたは相当の上級者ですね。嘘と思った人はいるかもしれません。でも売りは売りなんですと。いかなる買いシグナルもそれを打ち消す大陰線が出れば強烈な売りシグナルに変わります。
ということになってますね。それでも2番底は買い。書いてありますね。はい。この人も結構ダブルボトム、ダブルトップ大切にしてますね。でもこのチャートを見ていただくと週足かなこれ。2ヶ月間2週間。日足かこれ。日足のダブルトップ、ダブルボトムですね。まあまあ信頼してるってことですよね。はい。でも、書いてあるな。2番底が当たってもせいぜい6割ぐらいだと思います。外れは4割、うち3割は一旦少し上がってから下げるケースもあるという風に書いてありますね。確かにダブルトップ、ボトムだけではなかなか売り買いできないですね。他の要素も考えた方がいいですよね。売買高が上がってくっていうのはまたいい形ですけど、これ線になってますからね。チャートじゃないですもんね。ラインチャートですもんね。はい。じゃあ次行きますよ。12番。反発局面を狙う。F 社、G 社、買うならどっちっていうことですね。F 社。1年間のチャートです。移動平均線がちょっと見にくいですけど、上が26週、長期ですね。下が13週。で、下の13週移動平均線と株価がクロスしている状態です。F 社。G 社。次。G 社は、1年間のチャートですけど、移動平均線26週が上、下が13週で、13週移動平均線がくる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 。特に最近は、どの移動平均線も株価も揉み合った状態になっています。はい。買うなら F 社、G 社、どっちでしょうか？どうでしょうか？もぐもぐしてるな。なんか喋ったらもぐもぐ、喋ったらもぐもぐしてるね。こんなライブでいいんでしょう。そう思うと、ラジオのオールナイトニッポンとかやってる人とかもパーソナリティも2時間結構喋るから大変だよな。F ですね。はい。しのめさんはどうでしょうか？あれ？俺 YouTube ライブって、しののめ、どっちも買いたくないな。F かな。正直なご意見。そうですね。じゃあ、一応 F っていうことでいきましょう。ドン。なんと、買うなら G 社ですって。日柄整理のできている G 社って書いてありますね。意外でしたね。G 社どうです？この揉み合ってる時で買うんですって。ちょっと見てみましょう。F 社と G 社の違いは日柄ですと。ポカポカと暖かい春。今日はお日柄もよろしく。なんて言いますね。株式投資では、日柄というと悪材料が出た後の日数のことを示します。悪材料が出て、日数が浅い銘柄に対して、日柄整理ができていないのように使います。しののめ、それも考えたけどな。なるほど。F 社のような状態のことです。移動平均線が下向きなのも気がかりです。これに対して、お花、G 以外。悪材料が出たばかりの、出た後かなり日が経ち、悪材料が小さくなった状態は、日柄整理が十分と言えます。G 社のような状態です。これもうちょっとなんかシグナルが出ればいいかなと思うんですけど、揉み合ってどっちかわからないっていうのが正直考えちゃうところですよね。
だからここですね、売られて、もう、材料出尽くしたっていうことを言いたいんでしょうけどね。もうちょっと材料欲しいですよね、なんか。はい。そういう気はします。はい。じゃあ次行きますわ。はい。13番。ボリンジャー、ついに来ましたよ。ボリンジャーバンド。ファンダメンタルかテクニカルかってことですか？まあそうですね。そんなとこもあると思いますね。はい。じゃあついにボリンジャーバンドが出てきました。ここで扱うのはあんまりないと思うんですけど、一応、ボリンジャーバンドについての、解説が載ってるので、ちょっとだけ読みますね。ボリンジャーバンドとは、ジョン・ボリンジャー氏が開発した指標。移動平均線を中心として株価が上下どこまでの範囲で収まるか、可能性が高いか、統計学的に2本のこの線ですね。はい。株価が正規分布する場合は、上下のボリンジャーバンドの中に 96% の株価が収まります。この標準偏差を、多分これ、標準偏差2っていうのにしてるのかな？ 96% って書いてありますもんね。これを、標準偏差3ぐらいにしちゃうと、もう 99% この中に入るよとかって言われるらしいですけどね。まあそこまできつく、広くやらなくても、だいたいこのアルファ2っていう指標でやればいい、標準いいんじゃないかなと思います。逆に言うと、株価がボリンジャーバンドの外に出る確率は 4% しかないことになります。はい。ただし現実は株価の正規分布してないので、バンドの外側に株価に出ることが最も高い確率で起こっています。ボリンジャーバンドの引き方、13日移動平均線は以下の通り。1番、過去の13週の株価との平均値と標準偏差を計算する。2番、移動平均線から2標準偏差離れた線を上下2本を引く。この2本の線がボリンジャーバンドになるということですね。このボリンジャーバンドですね。この緑色。で、このチャートを見ていただいて、今の状態、ちょうど上のボリンジャーバンドの上のところを抜けてるところです。ここで売買高も見て、今だったらこの売りか買いかどっちでしょうかという問題ですね。さあ、ボリバンが出てきましたけど、どうでしょうか？買いか売りか、ありますでしょうか？ボリンジャーバンド使う人はたまにいるのかな？何人か投資家さんで見ますね。面白いですけどね。なんかバンドウォークとかって言いますよね。こういう下のところをこうウォークしてるのね。バンドウォークって言ったりしますね。はい。しのむさん。お花、買いにします。二人割れましたね。ボリバンに関しては。はい。ここをね。はい。じゃあ行きますよ。これ難しかったかもしれないですね。今までボリバンやってなかったので。いきます。はい。ここは絶好の買い場と書いてありますね。はい。お花さん。白の目、ボリバンって FX のイメージ。ああ、そうですね。はい。確かにね。あります。じゃあちょっと読みますよ。H 社はソフトバンク。おーって感じです。ソフトバンクの9984です。H 社のその後の株価の動きは、次のページで見てくださいということですね。ボリンジャーバンドの意味。ボリンジャーバンドを逆張りの指標と解説する人もいます。バンドの
外側に出ている確率は 4% しかいない。バンドの上に出た時は買われすぎ、売りシグナル。バンドの下に出た時は売られすぎ、買いシグナルと解釈するものです。実践でこの通りやると失敗ばかりで大変なことになります。売買シグナルの本質はボラティリティの上昇に乗るでした。株価がバンドの外に出ることは、ボラティリティが急激に高まり、新しいトレンドが出る、可能性が高まったことを意味します。株価がバンドの外に出たときは、順張りでついていくべき場合もあります。はい。わかりますか？順張りですね。これね、僕ね、すごくね、印象残っている、このボリンジャーバンドの解説で一個あったんですよ。去年のアップルですね。アップルとテスラもそうですけど、ボリンジャーバンドの常に上、ちょっと抜けたりする時があったんですよ。ちょうどね、株式分割の時だったかな？去年の夏だったかな？はい。2021年の夏に株式分割をした時、ボリバンの、しかもシグナルの3の上を行った解説を見た時に、あ、これすごいなと思ってみんな買ってるんだなっていうのを感じました。だからトレンドに乗るっていうのは、まあ皆さんこうね、そう、最初はね、このボリバン見た時に、ここの上に来たから、逆張りで下がってくるだろうって言って売りを仕掛けたりするのもありかもしれないですけど、本当にね、危ないこともありますのでね。はい。まあ、順張りを、基本として考えましょうと。短期間でやるなら逆張りもいいかもしれないんですけど、やっぱ、週足ですのでね、順張りでトレンドに乗るっていう風に考えてきたらいいと思います。難しいですけど、こんだけキュッと上がってるので。はい。じゃあ次。ボリンジャーバンドの次。H 社のその後。ここから売り買いどっち？急騰した H 社は、その後、高値で乱高下しています。お花さん、そう、そろそろ、これ最後にしますか。もう30分ぐらいになりますのでね。で、まあ、先に言っときますね。これ、じゃあ、ラストにして、5時に、一回寝て、3時間ほど。もうね、準備はできてるので、もうあと、パソコンとか、ちょっと持っていくだけですので、5時に起きて、布団を車に運んで、寝れるようにして、行けばもう10分で出れるので、5時からやってみます。まあこれ誰も見なくていいですけど、ほんと、日の出をね、7時の時点でどこら辺行って日の出を見れるか。多分僕、しかも日の出見てちょっとしたら、また寝ると思いますね、きっと。どっかで。で、TikTok ライブの時は、あれです。たまにつけっぱなしで、ライブやってるのに、つけっぱなしで寝ちゃう時あるんで。ほんと。あれ、前、東雲さん、そういえば僕、四国行った時に、お花、あと3時間半ですか？そうですね。はい。で、いや、なんだっけ、前、四国の時、東雲さん来たんじゃないかな。ほんで、僕、寝てたんじゃないかな。どっか、そのまま放置してたとか、ありませんでしたっけ？すごい昼寝するので、休憩して、1時間休憩したりとか、平気で寝るので、そう。んで、車の方も、カーテンつけたので、プリウスに。真っ暗にできるんですよ。真っ暗ってほどじゃないけど、遮れるので、後ろね、全部布団、かぶしていけばもう、車中泊。寝てる時はなかったですね。あ、そうですか。俺、
じゃあたまたま起きてきたのか、なんだっけ、そう覚えてた時、ハッとした時に、じゃあ起きたんだ。はい。高知かどっかの時ね、そう、起きてすぐ、じゃあたまたまいらっしゃったのかもしれないですね。その前までちょっと高知のあたりちょっと寝てた時もあって、TikTok ライブそのまま放置してて、はい。まあ、全然、TikTok ライブの方が本当にいつ切れるかわからないから、こっちのね、前も YouTube やってると電波切れちゃうので、すぐに。っていうことで、まあ、もう、はい。これ、最後にして、5時に出たいと思いますね。はい。はい。なんだっけ、これ。これね、ちょうど、直近見てもらうと、陽線が出てすぐ陰線が出てますね。はい。これを、急騰してると見て、売りか買いかどっちか。ボリンジャーバンドは、バンドからすると、バンと上がって、飛び出してまた戻ってきた状態なんですね。いやー、難しいぞ、これ。ボリンジャーバンドの幅が拡大されています。この、ボリンジャーバンドの幅が拡大ってことは、ボラティリティが高くなってますね。売りますか買いますかこれ、現状維持ないので、どっちかしかないです。さあ、ラスト問題にしましょう。買いか売りかどっちにしましょうか。東雲、マンドウォークってやつですね。そうですね。買いか売りか、どうします？お花、売ります。はい。東雲さんどうでしょうか？東雲、売りかな。じゃあ、ファイナルアンサーということで、懐かしいミノモンタですね。いきます。はい。正解ですね。急騰後急落。ここは一旦売りということで、このチャートはソフトバンクだそうです。はい。ちょっと下のところ読んでいきます。値動きの荒いソフトバンク。ソフトバンクは上がるときも下がるときも値動きが荒いことで有名でした。高値圏で大陰線を出したところで、高値で買った人は戻り売りに転じます。ここは一旦売りです。下のボリンジャーバンドの幅に注目。バンドの幅が狭い、バラティリティが低いところで、株価のバンドを上に抜けたら、ここですね。はい。買い。そうですね。ちょうどこの幅が広くなるところは買いって言いますね。でも、バンドが広いところで、サラフレース、割ろう。なんとサラちゃんわざと来てます？すいません。明けましておめでとうございます。これわざとじゃないですよね。もう、今日ラスト解説って言ったとこに来ましたね。東雲、ここで、W。ねえ。サラフレース、おめでとうです。ごめんなさい、笑いが止まらないっていう。サラフレース、まだ31日ですが。そうか。そうですね。そちらはそうですよね。サラフレース、ことよろです。お花、サラさんおめでとうございます。いやー、ここでサラさんのお話できてよかったです。もうそろそろね、また、いつもと終わるとこです。寝るからって、W。サラさんまたサラフレース、おめでとうございます、お花さん。あれ、TikTok ライブこの後、初日の出やりますので、また、東雲、おめでとうございます。よかったらTikTok ライブ覗きに来てくださいね。
今回は、愛知出発して、日本海にサラフ向けレてース、おめでとうございます、しのさん。みんなはい、ご挨拶してくださいね。はい。ということで、って締めようとしてる。サラフレース、ラジャー TikTok 日本海。そう。まあ、いつでしたっけ？サラさんと一日ずっと喋っていた時は、四国だったかな？大阪でも喋ったとこもあったし、四国でも喋りましたよね。確かね。東北は、なかったかな？東北は、篠梅さんは山形かどっかでお会いした気がするですね。はい。もう毎回正月とお盆と春休みは何かしら行くようになりましたね。いつしか。そこしか休みが取れないので。サラフレース、お遍路さんしてました。そうですね。もう遍路さんは一応強引に88箇所終わりまして、今回は初かな、九州36不動村ということで。まあ多分来年の夏が、また春は4日ぐらい休みが取れれば九州。サラフレース、峠みたいなとこで財布事件が。はい。弟のね。サラフレース、衝撃的でしたね。そうですね。もう一人旅になりますので、ハプニングはそうないと思うんですけど、今回は雪とかがちょっとまたどうかなと思いますけどね。はい。一応、朝の5時ぐらいから行けたら起きて、出発して、初日の出が見れればいいなと思ってます。多分また昼寝しちゃうと思うので、はい。ちょこちょこ行って寝てという感じになりますのでね。よろしくお願いします。はい。じゃあ、今日はこの辺で終わりましょうかね。あと、YouTube の方は、1月の5日だったっけ？これじゃねえわ。どこだっけ？これか。これ TikTok の、これがここから飛んでくださいねっていうことで言いますけど、帰ってきて YouTube ライブの方は、1月の、これか。5日の木曜日、の、ライブね。こちらの方をね、もうちょっと投資戦略という形で、やる予定であります。なので、これからライブの予告は、多分、うまくいけば、木曜日ライブと土曜日ライブの2つほど、こうやって予告を出せるようになると思います。それから、まだ今、24時間ライブの方、これお休みしますけど、また新しく、24時間ライブの4時間足とか15分足については、オーディブルとか入れたりとか、いろいろちょっと考えてね、また来年、皆さんにお役に立てるような、ものを作っていきたいなと思っております。はい。というふうにうまく締めました。はい。じゃあ、また、お花さんもまたよかったら、このまま、TikTok の方のライブポンと飛べますので、これウェブでも見れると思うので、アプリ入れなくても、全然入ってこれるので、はい、気楽に、こんな風にやってるんだということで、多分ね、疲れてるとね、喋んなくなります。はい。もうなんかまったりしたりとかするので、そうするときもオーディブル流して、半沢直樹流そうか、なんか考えます。はい。はい。
ということで、年越しライブでしたが、いかがだったでしょうか。なんか気がつけば結構人数的にはまあポチポチいらっしゃったみたいですね。はい。ちょっとまたね、今年も一年、楽しくね、こうやってできたら嬉しいなと思います。はい。今日長い間お付き合いくださりまして、どうもありがとうございました。では、また、TikTok の方でお会いできたらお会いしましょう。お疲れ様でした。失礼します。お花、お疲れ様でした。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。お気をつけていってらっしゃい。ダブルエクスクラメーションマーク。